こんにちは、紅林遥です。今日はかわいいお人形さん、プーリップ風のメイクアップをしていきたいと思います。今回のようになりたいもの、お手本みたいなものがあるときは、どうしてもね、最後終わってから自分が思ったのと比べるとあらが目立つので、いつもより広範囲に結構おでこの際とか耳の方までファンデーションを塗って、コンシーラーもハイライトのカラー、フェイスって書いてある方の、ハイライトのカラーをほっぺとおでこと、あとこのアイホールの周りと口角ですね、口のちょっと下らへんと、あと鼻です。ここら辺に塗りました。で、暗い方のカラー、コンシーラーはいつもちょっとくぼんでいるところや傷、それから鼻の横なんかに塗ってます。今回はプーリップカスタマイズできるお人形さんをイメージしてるので、オットアイにしようと思いまして、ピンクの方はミスリリアのピンクのカラコン、ブルーの方は、セシルのシュワシュワソーダを使ってみました。両方とも 14.5mm で、大きすぎずドールアイに近づけるようなサイズのクリッとしたカラコンになってます。目の内側、粘膜ギリギリのところまでブラウンの、ラインでまつげの隙間を埋めていきました。で、その後に、ブラウンの濃いめのシャドウを使って、目の本当にまぶたのなんていうんですか、まぶたをちょっと持ち上げた内側らへんの際をポンポンポンとパウダーで広げて、ドール特有の丸い目の縁のなんていうんですか、白目と肌の間の縁の溝を表現するために今シャドウを置いていきました。今から上にアイラインを引いてまつげをつけていきます。プーリップ特有の猫のような目、丸いんだけどちょっとつり上がった目を作ることを意識して、アイラインはこのように端っこをペッと跳ね上げています。上まつげはドーリーアイっていう種類のつけまつげを使ってて、束感があって結構シュッと一本ずつがシュッシュッと束になって、鋭く伸びているようなタイプを使ってます。ちょっとだけ目尻にずらして、アイラインの太さの、目頭はまつげに一番近い下の方からつけて、外側に行くにつれて、上の方に、アイラインの上の方に流してまつげをつけるのがポイントです。ウィッグの色がピンクと、水色グリーンのハーフなんですけど、目をオットアイにしてて、ちょうどピンクとこの感触が逆になるような感じで、ちょっとバランスを見て撮っています。なんで皆さんもやるときはウィッグの色と、ちょっと合わせたカラコンの選び方をすると、出来上がった時にますますお人形っぽく仕上がると思います。こういうファンシー系の色を多く使ったプーリップは目頭にピンクのハイライトが入ってることが多いんですよ。で、私も今回目のこの切れ目のところに沿うようにくの字にピンクの色を入れました。で、そこから上にラメだけのパールのパウダーをまぶして、で
こう来たら下のラインはちょっと大げさめにこの辺までパールのパウダーを入れてます。それから目頭のちょっと鼻寄りのところ、ピンクのラインのもうちょっと内側に若干上目からこのように、黄色い色を入れてるんですけど、これもなんかプーリップ特有というか、ちょっと可愛らしい、目元にするときにはこの目頭に黄色いラインが入ってるのを、見まして、私も今回黄色いのを入れてみました。お人形さん風メイク、特にプーリップはチークをオレンジで使うことが多いので、目の際から丸く一番ほっぺの高いところにふんわりとチークをのせています。ちょっとつけすぎちゃった場合とか、ちょっとピンポイントに置きすぎちゃったなって思った場合は、叩いてだんだん周りをぼかしていくと、多分みんなが目指していたプーリップ風の可愛いふんわりとしたチークに仕上がると思います。下まつげなんですけど、下はまずマスカラ、黒のマスカラで塗りまして、全体を塗ったら次にブラウンのマスカラで2回ほど重ね塗りをしていきます。最初に黒を置くと根元がですね、ちょっとだけ黒が残って、上から、またブラウンみたいな重ねていくことができまして、目の際のさっき描いた、ラインがですね消えなくて、そのままくっきりと残るのでおすすめです。足りないところはやっぱり黒のライナーでシュシュッとまつげを描いていきました。これはブラウンでも同じような効果なんですけど、猫目を出すために目尻が重要です。しっかりと描いていってください。今最初にまぶたの色のついてなかったところにポンポンと全体的にパールの入った白いシャドウを置いていきました。こうすることによってまぶたのクリッとしたちょっと盛り上がった感じを演出しています。その色でついでにこの鼻にハイライトを入れました。鼻はちょっと高めのところですね、おでこの始まりぐらいのところから鼻先までシュシュシュと一直線に描いていきます。で、次はシャドウをつけたんですけど、まずはまぶたの上の方にダブルラインですね。自分の二重幅のちょっと上らへん、もしくは、一重の方なんかは眉毛の盛り上がりの始まる5ミリぐらい下のところにピッと入れると、お人形さんって目がこんな風に横から見ると出てはいるんですけど、おでこからはくぼんでるんですね。なのでこの間の表現をするためにこのダブルラインをしています。始まりはピンクの、目頭の殻を入れたところから、ちょうど重なるか重ならないかぐらいのところからピーッと吊り上げ気味で入れて、弧を描くような感じで横に流していきます。最初濃すぎたりするので、まず一直線ずっと細めに入れてみて、良さげだなと思ったら、こういう綿棒でちょっとぼかしていくと自然な仕上がりになります。で、ついでにそこから、さっきの黄色とピンクのカラーがなるべく消えないように、そのもうちょっと内側からシャドウ、ノーズシャドウを入れていきました。お人形さんメイクの時はちょっと濃いめでも大丈夫です。その代わり入れる範囲をちょっと狭めですね。鼻の半分よりもちょっと上ぐらいまでキュキュキュッと際を描くような感じで入れていってください。まず眉毛なんですけど、さっき描いたのがだいぶ外側なんですね。なんか私の本来の眉毛はここから始まってちょっと下目をいってるんですけど、ドールメイクの場合は目の大きさを強調するために、目よりも少し離してで顔の外側に描くのがポイントなんですね。特にプーリップなんかは細くて外側で平行な眉毛というのが、主流なので、私もいつも自分の眉毛よりもちょっと上のちょっと外側から、描き始めました。最初に、シャドウを置くポイントなんですけど、
だいたいほんとこの辺ですね。自分の本来の目の大きさの一番端っこぐらいからちょんちょんと置いてみると、失敗してもやり直しが効くのでおすすめで、シャドウで描いていくこともやり直しが効きやすいっていうのと、あと加減を見ながら、描いていけるってことがあるのでおすすめしています。リップの色なんですけど、ベースはやっぱプーリップに多いのがオレンジ色でして、オレンジ色をまず全体に塗ってから、真ん中ですね、唇下と上の山のところ、この真ん中のところにだけショッキングピンクのカラーをちょっとだけ置きました。でなじませて、上にはグロスを塗らずに完成です。ちょっとだけお人形特有の質感が出ればなと思ってこういう風にしました。